こんにちは。ゼロから行政書士第41回です。前回は基礎知識の個人情報保護を学びました。今回からは民法の物件に戻ります。テーマは占有権と即時取得です。動産の取引を安全に守る仕組みを学びます。少し難しいところですが、具体例で見ていきます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、占有権についてです。物を事実として支配する権利を見ます。占有を守る3つの訴えも学びます。2つ目は、即時取得という仕組みです。取引の相手を信じた人を守る制度です。その4つの要件を丁寧に抑えます。3つ目は、その例外にあたる場面です。それでは早速始めましょう。はじめに、占有権を確かめます。占有とは、物を事実として支配することです。自分のものとして手元に持っている状態です。例えば、本を手に持っている状態です。ここでは、本当に権利があるかは問いません。現に支配しているその事実を保護します。所有権があるかどうかとは別の話です。泥棒であっても占有そのものはあります。この事実状態に法はいくつかの効果を認めます。その代表が次に見る占有の訴えです。占有を守る訴えを占有の訴えと言います。占有主権とも呼ばれています。大きく3つの種類があります。1つ目は占有保持の訴えです。占有を妨害されたときにその停止を求めます。2つ目は占有保全の訴えです。妨害される恐れがあるとき予防を求めます。3つ目は占有回収の訴えです。占有を奪われたときにその返還を求めます。奪われたものを取り戻すための訴えです。自分の力で取り戻すのは原則できません。ここからが今日の中心の即時取得です。善意取得とも呼ばれる仕組みです。例えば、他人のものを売る人がいます。本当は売る権利のない相手だとします。それでも買った人が保護される場合があります。動産を持っている人は権利者らしく見えます。その外見を信じた相手を法は守ります。これによって動産の取引が安全になります。動産は次々と持ち主が変わっていきます。いちいち権利を確かめるのは大変です。不動産の登記とは違う考え方です。即時取得には4つの要件があります。1つ目は対象が動産であることです。不動産は登記で保護されるため含みません。2つ目は有効な取引行為であることです。売買や贈与など取引によって手に入れます。拾ったものなどは取引ではないため含みません。相続で受け継いだ場合も取引ではありません。3つ目は平穏公然善意無過失です。相手を権利者と信じ、その点に過失がない状態です。4つ目はその動産の占有を取得することです。この4つがすべて揃う必要があります。ここで要件の証明について補足します。占有している人は有利に推定されます。善意、平穏公然は推定されるのが原則です。無過失も判例では推定されると扱われます。そのため、買った人が自分で証明しなくてよいです。これらは占有を始めた時点で判断します。後から事情を知っても成立には影響しません。取得の瞬間に要件が揃っているかを見ます。占有者に有利な大切なルールです。次に即時取得の限界を見ます。占有の移し方にはいくつかの方法があります。その一つが占有改定という方法です。物を実際には渡さないやり方です。
以後はあなたのために持ちますと伝えるだけです。物は元の人の手元に残ったままです。外から見て支配の状態が変わりません。そのため判例はこの場合の即時取得を認めません。確実に占有を得たとは言えないからです。この点は試験でとてもよく問われます。続いて大切な例外を学びます。盗品や遺失物の場合の督促です。盗まれたものや落とし物のことです。これらは持ち主の意思なく手を離れています。自分から手放したものとは事情が違います。そこで被害者や落とし主は保護されます。一定の期間、そのものの回復を求められます。期間は盗難や遺失の時から2年間です。この間なら今の占有者に返還を求められます。取引の安全と持ち主の保護のバランスです。ただし、回復には注意点があります。占有者がお店などで善意で買った場合です。競売や公の市場で買うこともあります。同じ種類のものを売る商人から買う場合もあります。このような時はそのままでは取り戻せません。被害者は占有者が払った代価を弁償します。その代価を払って初めて回復できます。善意で買った人の立場にも配慮する仕組みです。取引の安全をさらに守るための督促です。ここで具体例で整理します。友人が A さんのカメラを持っていたとします。その友人がそのカメラを B さんに売りました。本当は友人に売る権利はありませんでした。B さんが善意無過失なら即時取得できます。B さんはカメラの所有権を手に入れます。元の持ち主は所有権を失ってしまいます。ただし、そのカメラが盗品だった場合は別です。2年内なら A さんは回復を求められます。要件と例外をセットで覚えておきましょう。ここで今日のクイズです。即時取得について正しい内容はどれでしょう？ A は不動産にも即時取得が成立するです。B は占有改定でも即時取得が成立するです。C は対象は動産に限られるという内容です。少し考えてみてください。正解は C です。即時取得の対象は動産に限られていました。占有改定では成立しないのでしたね。それでは今日のまとめです。一つ目は占有権についてです。物を支配する事実を法が保護しました。占有保持、保全回収の訴えがありました。二つ目は即時取得の仕組みです。動産取引、善意無過失、占有取得が要件でした。取引の相手を信じた人を守る制度でした。三つ目はその例外の場面です。占有改定では成立しませんでした。盗品や遺失物には督促があるのでしたね。ここまで占有権と即時取得を学びました。動産の取引を守る仕組みを抑えられました。次回は所有権と共有に進みます。みんなで一つのものを持つ共有も学びます。地上権などの領域物権にも触れます。今日の没権もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。